1997年、日本の東京で起きた、ある母親と3人の息子たちの物語だ。2026年4月30日、東京拘置所の正門前、冷たい春風が吹き抜ける中、3人の男性が静かに立っていた。彼らはコートの襟を立て、互いに言葉を交わすこともなく、ただ一点だけを見つめていた。重い鉄の扉を。やがて、その扉がゆっくりと開いた。中から一人の女性が姿を現した。髪には白いものが混じり、目には深い疲労の色が滲んでいた。しかし、その瞬間だけは違った。3人の男性の顔を見た途端、彼女の表情が崩れた。口を押さえ、膝が震え、それでも足を前へと踏み出した。長男が駆け寄った。次男が続いた。三男が後ろから抱きしめた。お母さん。その一言だけで、その場にいた全員が泣き崩れた。報道カメラのシャッター音も、周囲の喧騒も、何もかもが消えた気がした。ただ、29年分の沈黙が、一つの法要によって解き放たれた。法廷では前日、裁判官が静かにこう告げていた。DNA 再鑑定の結果、被告人の無実が確定されました。直ちに釈放を命じます。傍聴席からおえつが漏れた。弁護士は書類を抱えたまま、言葉を失っていた。29年。それは、ただの数字ではない。3人の息子の誕生を鉄格子の中で迎え、初めての一歩も、初めての言葉も、面会室越しにしか見られなかった歳月だ。この母親は、どんな日常を生きていたのか。事件が起きる前、彼女はごく普通の毎日を送っていた。1997年、東京。その街はいつもと変わらない朝を迎えていた。路地裏の小さなアパートの一室に、一人の女性が住んでいた。名前は、中村守。当時、28歳。彼女の朝は、早かった。夜明け前に起き、簡単な朝食を済ませ、エプロンを手に取る。働いていたのは、下町にある小さな定食屋だった。常連のおじさんたちが、葵ちゃん、と呼んで、毎朝顔を出す。そんな、暖かい職場だった。仕事は決して楽ではなかった。注文を取り、皿を運び、閉店後は床を磨く。それでも彼女は、笑顔を絶やさなかった。いつか、自分のお店を持ちたい。それが、彼女の夢だった。小さくて、静かで、誰もが安心して座っていられるような店。その夢を、手帳の端にこっそりと書き留めていた。プライベートでも、彼女は充実していた。週末には、近くの公園を散歩した。友人と映画を見に行き、帰り道に缶コーヒーを飲みながら語り合った。特別なことは、何もない。ただ、穏やかで、確かな日常があった。そして彼女には、生まれたばかりの希望があった。お腹の内に、小さな命を宿していた。まだ誰にも言っていなかった。でも毎晩、その命に向かって静かに話しかけていた。絶対に、幸せにしてあげる。誰もが持っている。ごく普通の未来があった。夢があり、仕事があり、愛する命があった。しかしその日常は、突然、音もなく崩れ去ることになる。ある一本の電話が鳴り、彼女の人生は取り返しのつかない方向へと動き始めた。1997年、秋、東京のある住宅街で、静かな夜が続いていた。彼女の名前は、田中明、32歳。小さな会計事務所で働く、ごく普通の女性だった。その夜、一本の電話が鳴った。警察からだった。近隣で発生した放火事件の件で、お話をお聞きしたい。最初は、軽い気持ちで応じた。自分には何も関係がないと、そう思っていたから。しかし事態は、想像をはるかに超えた速さで動き始めた。現場からほど近い場所に、彼女のアパートがあった。近隣住民の一人が、事件当夜に、女性が一人、その方向へ歩いていた、と証言した。体型と服装が、秋と一致するというものだった。さらに決定的とされた証拠があった。現場付近で採取された繊維片が、彼女の上着と同じ素材だと鑑定された。当時の科学捜査は、今とは比べ物にならないほど精度が低かった。しかし捜査官たちは、その結果を疑わなかった。取り調べは、深夜まで続いた。食事も睡眠も、まともに与えられなかった。認めれば楽になる。その言葉が、何度も繰り返された。彼女は、
決して認めなかった。やっていないことを認めるわけにはいかなかった。お原のうちには小さな命がいた。その命を守るためにも絶対に折れてはいけなかった。それでも司法は彼女を有罪と判断した。証拠は状況証拠だけだった。目撃者の記憶は曖昧だった。しかし裁判所は検察の主張を全面的に支持した。判決が読み上げられた瞬間、アキは静かに目を閉じた。泣かなかった。ただ、お腹にそっと手を当てた。やがて彼女は手錠をかけられ、法廷を後にした。誰かが、有罪だ、と囁いた。しかし本当の地獄は、この後に待っていた。逮捕、そして始まる裁判の中で、彼女はある決意を固めていく。1997年の冬、アキは東京の拘置所に移送された。逮捕から間もなく、取り調べが始まった。担当刑事は、連日にわたって同じ質問を繰り返した。やったんだろう。正直に話せ。アキは首を振り続けた。しかし調書には、彼女の意図しない言葉が書き加えられていった。起訴状に記されていたのは、物的証拠ではなかった。近隣住民の、見たような気がする。という証言。検察が描いた、根拠の薄いストーリー。その二つだけだった。弁護人は証拠の矛盾を訴えた。しかし裁判所は、耳を貸さなかった。証人尋問の場では、目撃証言の曖昧さが何度も露呈した。それでも検察は揺るがなかった。状況から見て、被告以外にありえない。その言葉だけが、法廷に響き渡った。審理は、わずか数ヶ月で結審した。判決の日、アキは証言台の前に立った。お腹は、もう大きくなり始めていた。新しい命が、そこに宿っていた。裁判長の声が法廷に響いた。主文、被告人を懲役20年に処する。アキは動かなかった。声も出なかった。ただ、腹の子に語りかけるように、唇を小さく動かした。ごめんね、と、この子は、鉄格子の中で生まれることになる。彼女はその時、初めてそれを悟った。泣くことも、叫ぶこともしなかった。代わりに、一つの覚悟を胸に刻んだ。どんな場所であっても、母親であり続ける。誰にも、それだけは奪わせない。手錠が再びかけられた。法廷の扉が閉まった。そして彼女の長い、あまりにも長い習慣生活が、静かに幕を開けた。手錠が外れた瞬間も、自由にはなれなかった。冷たいコンクリートの壁、鉄格子の向こうに広がる、ごく限られた空。それが彼女の世界の全てだった。収監されて最初の夜、彼女は毛布を頭まで被って震えた。恐怖ではなかった。怒りでもなかった。ただ、腹の内の命のことだけを考えていた。この子に、どうやって光を見せてあげられるだろうか。出産は、刑務所内の医務室で行われた。祝福の声もなく、花束もなく、夫の手もなかった。産声だけが、白いタイルの壁に反響した。彼女は震える腕でその子を抱き寄せ、小さな頭に頬を寄せた。これが、母と子の最初の朝だった。しかし喜びは長くは続かなかった。規則により、乳児は一定期間が過ぎると施設の外へ出された。抱ける時間は、面会室のガラス越しだけになった。触れられない。直接声を届けられない。泣いていても、駆け寄ることができない。それが、彼女に課された最も残酷な刑罰だった。二人目が生まれた。三人目も生まれた。それでも無実の訴えは、裁判所に届かなかった。諦めようとした夜が、何度もあった。もう声を上げるのをやめようと、そう思った夜も、しかしその度に、面会室で見た息子たちの顔が浮かんだ。ガラスに手を押し当てて、母を見つめる小さな瞳。その目が、彼女をつなぎ止め続けた。29年という時間は、ただ過ぎたのではない。一日一日、歯を食いしばって、刻み込んだ時間だった。母である自分を、誰にも消させなかった。そしてその戦いの中で、彼女は一人ではなかった。諦めずに声を上げ続けた人々が、外の世界にいた。彼女の声は、塀の外にも届いていた。面会室での短い会話、差し入れた手紙、弁護士を通じて外に伝えられた、小さな言葉の断片、それらが積み重なり、やがて一つの流れとなった。最初に動いたのは、担当弁護士だった。彼は判決が確定した後も、事件のファイルを閉じなかった。証拠の矛盾、
証言の揺らぎ、見落とされた記録の隙間に、真実が眠っていると信じ続けた IMG。弁護士が古いファイルを深夜に読み返している場面。何度も再審請求は却下された。それでも彼は諦めなかった。この母親は、息子たちのために生きている。だから私も続ける。そう語ったという。やがて、市民団体が声を上げ始めた。冤罪被害者を支援するグループが、この事件に注目した。記者会見を開き、署名を集め、メディアに訴えた。29年間、母親は鉄格子の中で子育てをしてきた。国家はその時間に、どう向き合うのか。IMG。市民団体が署名活動をしている街頭の場面。息子たちもまた、黙ってはいなかった。成人してからは、自ら会見に立った。カメラの前で、震える声でこう言った。母は犯罪者ではありません。私たちが証人です。彼らは母の顔を、ガラス越しにしか知らなかった。それでも、その目に映った母の姿が、全てを語っていた。IMG。成人した息子たちが会見で発言している場面。そして2026年、長年にわたる訴えが、つい一つの扉を動かした。DNA 鑑定の再検証が、正式に認められたのだ。科学は、時に言葉より雄弁に語る、新たな証拠が、法廷の空気を変えようとしていた。2026年、春、一通の報告書が、静かに法廷へと届けられた。それは、29年前に採取された、ある微細な生体サンプルの再鑑定結果だった。当時の技術では解析できなかったものが、現代の科学によって、ついに読み解かれたのだ。DNA 鑑定の再検証。その申請が正式に受理されたのは、3人の息子たちが声を上げてから、わずか4ヶ月後のことだった。結果は、明白だった。現場に残されていた遺留物と、彼女の DNA は、一致しなかった。一致しなかった。それだけで、全てが変わろうとしていた。しかし、それだけではなかった。時を同じくして、もう一つの証言が浮かび上がった。当時の捜査に関わっていた元警察官が、内部告発に踏み切ったのだ。高齢となった彼は、長年胸に抱えてきた事実を、ついに語り始めた。あの捜査には、不自然な圧力があった。証拠の一部は、正しく記録されていなかった。その言葉は、録音とともに弁護団へ提出された。法廷の外で、静かに、しかし確実に、真実の輪郭が浮かび上がりつつあった。さらに、一人の目撃者が名乗り出た。事件当夜、現場付近で別の人物を見たと、29年間、ずっと言い出せずにいた女性だった。怖かった。でも、もう黙っていられない。3つの新たな証拠が、同時に重なり合った瞬間だった。科学、証言、そして良心。それぞれが単独では、か細い糸に過ぎなかったかもしれない。しかし3本が束になった時、その糸は、太く、強く、揺るぎないものへと変わった。彼女は拘置所の小さな窓から、春の光を見つめていた。何も知らずに。ただ、その日も息子たちの顔を思い描きながら、そして最新の扉が、ゆっくりと、開こうとしていた。最新の扉が、ゆっくりと開こうとしていた。弁護団は3つの証拠を手に、東京地方裁判所へと再審請求書を提出した。2025年、春のことだった。法廷の空気は、重かった。検察側は依然として有罪を主張した。29年間積み上げてきた判決を、自ら崩すことへの抵抗は、根深かった。しかし、科学は嘘をつかない。提出された DNA 再鑑定の結果は、明確だった。現場に残されていた証拠物から検出された DNA は、彼女のものではなかった。それどころか、別の人物のプロファイルと、高い確率で一致していた。裁判長は資料を手に取り、長い沈黙の後、口を開いた。その人物は、すでに別の事件で服役中だった。取り調べの過程で、担当刑事の一人が、当時の状況を詳細に語り始めた。証言は震えていた。しかしその声には、29年分の罪悪感が、確かに滲んでいた。私は、見てしまったんです。彼は言った。あの日、現場近くで、別の男が走り去るのを、なぜ言わなかったのか、問われた刑事は、ただ目を伏せた。組織の圧力、
早期解決を求める上からの声、そして一人の女性がその犠牲になった。法廷内がざわめいた。傍聴席の息子たちは互いの手を強く握り合った。そして2026年2月、裁判長は判決文を読み上げた。声は静かだった。しかし、その言葉は法廷の隅々まではっきりと届いた。原判決を取り消す。被告人は無罪。彼女はその瞬間、声を出せなかった。ただ、両手で顔を覆い、肩を震わせた。29年間、一度も崩れなかった彼女が、初めて泣いた。そして翌朝、拘置所の正門が開いた。その向こうには、もう子供ではない。3人の息子たちが立っていた。正門が開いた。29年ぶりに踏む。外の空気、冷たく、そして、どこか懐かしかった。彼女は一歩、また一歩と、ゆっくり歩いた。足が震えていた。3人の息子たちが駆け寄った。長男はもう30歳を超えていた。次男も三男も立派な大人になっていた。誰も最初は言葉を出せなかった。ただ抱き合った。そのまましばらく動けなかった。長男が耳元でつぶやいた。お母さん、やっと帰ってきた。彼女は声にならない声でうなずいた。釈放後、彼女が最初にしたことは小さなことだった。自分で選んだ食事を自分の好きな時間に食べること。誰にも許可を求めず、窓を開けること。夜、電気を消すタイミングを自分で決めること。それだけのことが涙が出るほど嬉しかった。しかし、日常は簡単には戻らなかった。夜中に目が覚める。見知らぬ天井を見て、一瞬、ここがどこかわからなくなる。体は29年間の習慣をまだ覚えていた。国は保証を約束した。金額は大きかった。しかし、彼女は静かにこう言った。お金では時間は買えない。息子たちの幼少期はもう存在しない。運動会も入学式も誕生日のケーキも取り戻せないものがあまりにも多すぎた。それでも彼女は前を向いた。まだ生きている。それだけで十分だと思いたい。失われた29年は消えない。しかし、これからの時間は彼女のものだ。息子たちと初めて迎える朝がある。まだ見ていない景色がある。次回、最終話。彼女がこの物語に残したかった言葉とは何だったのか。29年。それは数字ではない。息子の初めての言葉、初めての一歩、初めての涙。そのすべてが鉄格子の向こうに閉じ込められていた時間だ。彼女の無罪は確定した。しかし、奪われた日々は誰も返してくれない。国家は謝罪した。それでも、息子たちの幼少期はもう戻らない。今もなお、世界のどこかで同じように誰かの時間が理不尽に奪われているかもしれない。あなたに問いたい。正義とは何か。裁判所が下す判決だけが正義なのか、それとも一人の母が息子のために泣き続けたその29年こそが正義の叫びだったのか。彼女はまだ戦っている。失われた時間の意味を問い続けながらこの物語を忘れないでほしい。そしてあなた自身の答えを見つけてほしい。